皆さんこんにちは、アンリです。今日は中国の AI 開発企業ディープシークの最新モデルディープシーク V4 プロがクロードやオープン AI の最新モデル GPT5.5 を性能ベンチマークで上回り、さらに利用料金が10分の1という水準で公開されたニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。具体的な数字を一つだけ先にお伝えします。プログラミング能力を測る世界共通のテスト、ライブコードベンチでは、ディープシーク V4 プロが 93.5 点、クロードが 84.7 点、GPT5.5 が 85.3 点で、中国モデルが米国の2強を一気に追い抜きました。さらに料金は文章の塊100万単位あたり GPT5.5 が$30、ディープシーク V4 プロが$3.48とおよそ10分の1。同じ時期に中国のもう一つの大手アリババのクエン3マックスも対話の総合力テストアリーナハードで 90.5 点と米国勢に並ぶスコアを叩き出しました。これまで性能でも価格でも米国が優位という前提で動いてきた世界の AI 業界の見取り図が急速に塗り替わろうとしています。結論からお伝えします。今日のメッセージは3点です。1点目、中国製の AI がいよいよ性能と価格の両方で米国の代表モデルを上回り始めたこと。2点目、 AI の利用料金が10分の1になることで、これまでコストが理由で諦められてきた社内文書の自動仕分けや議事録自動作成といった業務が現実的に視野に入ってくること。3点目、視聴者であるあなたの会社、特に情報システム部門や経営企画部門では半年以内に使う AI は米国製1本でいいのか中国製も組み合わせるのかという重い意思決定が必ず回ってくるということです。それではこの発表を4つのセクションに分けて整理していきます。まず最初のセクションはディープシーク V4 プロとは何か、何が起きたのかです。結論からお伝えします。これは性能と料金の両方で米国の2強であるクロードと GPT5.5 を上回ったとされる中国製の高性能 AI です。理由は複数のベンチマーク、つまり世界共通の AI 能力テストでほぼ全領域で同等以上の数値が出ているからです。具体例で説明します。プログラム作成能力を測るライブコードベンチでディープシーク V4 プロは 93.5 点、クロードは 84.7 点、GPT5.5 は 85.3 点。実際のソフトウェア修正課題を解く SWE ベンチベリファイドでは 80.6 点、理系の難問を解く GPQA ダイヤモンドでは 90.1 点。さらに一度に読み込める文章の量は文章の塊100万単位、日本語の本にするとおよそ単行本7冊分を一気に処理できる規模です。同じ時期に発表されたアリババのクエン3マックスも対話の総合力テストアリーナハードで 90.5 点、GPQA ダイヤモンドで 88.4 点と米国勢にぴったり並ぶ水準です。これまで中国の AI は安いが性能はまだまだと言われてきた前提が複数のテストで明確に崩れたということです。2つ目のセクションはなぜ価格が10分の1になるのか、その仕組みです。結論からお伝えします。価格1の10という水準は単なる安売りではなく、設計の段階から低コスト運用を前提に組み立てられた結果です。理由は3つあります。1つ目、AI の中身が必要な時に必要な部分だけを動かす、いわゆる専門家分担方式で作られているからです。社内の例で言えば、お客様からの問い合わせを受けた時、全部署が集まって相談するのではなく、内容に応じて経理担当だけ、あるいは営業担当だけが対応するというイメージです。2つ目、米国製の大規模 AI が世界中の高価な専用半導体を大量に使うのに対し、中国製は入手しやすい一段下の半導体でも動くよう最適化が進められているからです。これは車の例えで言えば、ガソリンを大量に使うスポーツカーではなく
軽自動車並みの燃費で高速道路を走れるという工夫です。3つ目、中国政府が国産 AI の育成のために補助金や公的データセンターの優先利用という支援を組み合わせているからです。具体例で説明します。あなたの会社がこれまで全社員のメール作成補助に米国製 AI を使い月額50万円払っていたとします。これがそのまま10分の1の5万円で運用できれば年間で540万円のコスト削減になります。これは社員1人を新規採用する年収相当が毎年浮く水準です。3つ目のセクションは5月14日のアンソロピック、5月22日のオープン AI、そして本日5月23日のディープシーク V4 プロという米中 AI の三つどもえの構図です。結論からお伝えします。これまで米国の2強だけだった AI 市場に中国勢が本気で割って入ってきたという構図がはっきり見えてきました。理由は3社の動きがほぼ同じ週に重なったからです。具体例で説明します。1つ目、アンソロピック側は5月14日に最上位モデルクロードミソスを三菱 UFJ、三井住友、みずほの3メガバンクに導入しました。これは銀行員の机にもう一人の優秀な部下を置くというイメージの業務支援 AI です。2つ目、オープン AI 側は5月22日にサイバー攻撃を防ぐ専用 AI GPT-5.5 サイバーを同じ3メガバンクと日本政府に限定提供することを発表しました。こちらは銀行と政府を守る盾というイメージです。3つ目、そして本日ディープシーク V4 プロは業務支援もサイバーも両方こなせる、なおかつ料金は10分の1という形で米中対抗の3つ目の選択肢を世界に提示したということになります。米国の2強が性能と用途の専門家で勝負しているのに対し、中国は性能を一定水準まで揃えた上で価格と汎用性で勝負するという全く別の戦い方です。4つ目のセクションは視聴者であるあなたの仕事、特に情報システム部門、経営企画部門、購買部門の管理職にどう効くのかです。結論からお伝えします。 AI の選定基準がこれまでの性能が高ければ正解から性能、価格、地政学リスクの3点セットで判断するに半年で切り替わります。理由は3つあります。1つ目、来期の予算編成では必ず上司や役員から AI の契約は性能だけ見て決めていないか、中国製も含めて価格と性能を横並びで比較したかを聞かれます。比較していなければ倫理が止まる時代に入ります。2つ目、社内の情報システム部門ではこれからは米国製一本ではなく用途ごとに使い分ける、いわゆる AI 複線化が標準になります。例えば社外メール作成や社内文書要約という機密度の高くない業務には安価な中国製お客様情報を扱う業務や対外公表する資料の作成には信頼性の高い米国製という使い分けです。これは会社の事務用品で、消耗品はネット通販、高級な接客用品は専門商社と使い分けるのとよく似た発想です。3つ目、視聴者であるあなたが上司に説明する場面では中国製 AI の性能が米国製を一部で上回り料金は10分の1まで下がりました。私たちの会社も半年以内に複数の AI を業務ごとに使い分ける方針を決める必要がありますと伝えてください。これは立派な経営判断の前畑きの会話になります。ここまでの整理をまとめます。本日中国のディープシーク V4 プロがライブコードベンチで 93.5 点とクロードや GPT-5.5 を一気に上回り、料金は文章の塊100万単位あたり3ドル48セント、米国大手の10分の1という性能と価格のダブル勝ちを示しました。アリババのクエン3マックスも
アリーナハードで90.5点と米国勢に並ぶ水準です。5月14日のアンソロピック、5月22日のオープン AI、本日のディープシーク V4 プロで米中 AI の三つどもえがいよいよ表面化しました。視聴者であるあなたの会社では AI の選定基準が性能だけから性能価格地政学リスクの3点セットへと半年以内に切り替わります。明日の朝上司への報告のネタとして中国の AI が性能で米国の2強を一部で上回り料金は10分の1まで下がりました。私たちの会社でも複数 AI の使い分け方針を半年以内に決める必要がありますと一言出してみてください。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で